UberEats へようこそ。この動画ではすべての注文を管理できるレストランダッシュボードについて説明します。 UberEats レストラン専用のアプリにログインするために、お使いの端末が Wi-Fi もしくはモバイルネットワークにつながっていることを確認します。次にログイン用のメールアドレスとパスワードを入力します。お忘れの際は UberEats サポートに連絡してください。ログインが完了するとレストランダッシュボードのメイン画面に切り替わります。ダッシュボードの画面は3本線、新規注文、調理中、準備完了、注文履歴という5つのタブに分けられています。注文を受注するには営業時間内常にアプリを開いている必要があります。次にメイン画面の各タブの説明です。先ほど説明したように5つのタブに分かれていて、一番上の3本線タブには様々な設定やサポートページがあります。新規注文タブでは新規注文を受注した時のお客様からの注文内容を表示します。調理中タブでは受注確認後の注文内容を表示します。準備完了タブでは調理完了後の注文内容を表示します。注文履歴タブでは過去の注文履歴を表示します。それでは注文の受注から配達パートナーへ商品の受け渡しを完了するまでを見てみましょう。新規注文が入ると緑の画面が表示されビープ音が鳴ります。画面をタップすると注文を受注した状態になり、新規注文タブに移動し注文内容が表示されます。また予約注文の場合はオレンジのバーが新規注文タブに入ります。新規注文タブに入ったバーをタップするとお客様からの注文内容が表示され、注文番号、配達パートナーがお店に到着する時間、商品名、個数を確認することができます。1人の配達パートナーが運ぶことができない量とご判断いただいた場合は、注文を確認した後に UberEats サポートにお電話ください。注文内容を確認したら確認をタップすると自動的に調理中タブへ注文内容が移動。再度注文内容を確認したい場合、ここをタップすると注文内容を表示することができます。次は注文詳細画面のヘルプメニューについて説明します。注文の詳細画面の右上にあるヘルプメニューをタップすると、注文を遅らせる、料金調整、お客様に連絡、注文をキャンセルするという機能を操作することができ、調理にもう少し時間が必要とご判断いただいた際、30分まで遅らせることができます。注意点として、注文を遅らせる機能は1つの注文につき1度しか使用することができません。お客様の満足度が低くなってしまう可能性もあるため、使用は控えましょう。また配達パートナーがマッチングされてからは使用することができません。想定時間よりも早く準備が完了した時はピックアップの準備完了ボタンをタップすると早めに配達パートナーを呼ぶことができ、注文内容が準備完了タブに移動します。ピックアップの準備完了ボタンをタップしなくても調理が完了する時間に合わせて配達パートナーが自動的に手配されます。注意点として、ピックアップの準備完了を使用した回数によって準備時間が最適化されます。あらかじめご了承ください。右上にアイコンが表示されました。配達パートナーがマッチングされたようです。アイコンをタップすると配達パートナーのお店までの到着予想時間、名前、注文番号が記載されています。商品の取り違いが発生しないように受け渡しをする商品の注文番号を照合しましょう。スムーズな受け渡しのために袋の外に注文番号を記載しておきましょう。注文が混み合い配達パートナーの数が不足しやすい時間帯は配達効率を向上させるため、1人の配達パートナーが配達先が近い複数の商品を集荷することがあります。
配達パートナーが到着しました。配達パートナーと注文番号を確認し、商品を渡しましょう。これで商品の受け渡しが完了です。以上が注文の受注から配達パートナーへ商品の受け渡しを完了するまでの流れになります。一番下の注文履歴タブをタップすると、過去の注文の詳細を確認することができます。さらに配達パートナーへの個別評価を行うことができます。 UberEats のサービス向上のためご協力をお願いいたします。続いて一番上の3本線タブをタップするとメニューが表示されます。メニューアイテムやトッピングの売り切れ設定をしたい場合は3本線タブの取扱いメニューから設定することができます。現在 UberEats 上で掲載しているメニューの一覧が表示されます。もし商品を販売することができなくなってしまった場合、この画面で販売を中止することができます。その際、本日のみの売り切れなのか、再販の予定はないのかを選択することができ、本日売り切れを選択した場合、翌営業日に自動的にご利用いただけますに戻ります。再販予定なしを選択する場合は、ご自身でご利用いただけますに戻していただくまで売り切れの状態になりますのでご注意ください。トッピングなどのオプションアイテムの売り切れ設定は一つずつ設定する必要がありますのでご注意ください。ヘルプについて、ここではよくある質問を確認することができます。質問内容に沿った項目を選択してご確認ください。通常のお問い合わせはメールで、営業時間中の緊急のお問い合わせは電話マークをタップし、表示されている UberEats サポートの電話番号までお電話ください。ご利用ガイドについて、レストランダッシュボードの操作方法に関する概要になります。設定について、ここでは店舗情報、休日設定、領収書の印刷の設定ができます。休日の営業時間を選択すると休日を追加することができます。祝日など一日中休業の場合は終日のタグをタップしてください。1日の営業時間の中である特定の時間のみお店を営業したい場合は終日のタグを解除し、ご希望の営業開始時間と終了時間を選択。休日を追加した後、必ず送信しますをタップしてください。登録している通常営業時間の変更方法についてはレストランマネージャー解説動画の営業時間の設定をご視聴ください。一時停止ボタンについて、お店が忙しくなった時など新規注文の受付を一時停止する場合はここで設定することができます。期間を選択し、次へをタップしてください。次へをタップした後、休止の理由を選択し、その後確認をタップすると新規注文の受付が一時停止されます。指定した期間が経過すると自動的に新規注文の受付が再開します。また赤いバーをタップするといつでも再開することができます。電話ボタンについて、注文などに関する営業時間中の緊急のお問い合わせは UberEats サポートまでお電話ください。電話番号は電話ボタンから確認することができます。これでレストランダッシュボードの説明は終了です。 UberEats レストランダッシュボードで注文をスムーズに受注し、トップパフォーマーを目指しましょう。